皆さんこんにちは。今日は私たちが車中泊をするときにいつも使っているアイテムを紹介したいと思います。基本的には今見えているものが車両に載っているアイテムなんですけど、今日はより詳しくこの箱の中身なども紹介していきたいと思っています。それでは家電製品から紹介していきたいと思います。はい、これまでの動画でもよく紹介しているんですけど、これが、車載の冷蔵庫になります。これは Amazon で買った商品です。で、その隣にあるのが電子レンジです。これも Amazon で買いました。この間出した動画で作った棚の上にこの2つが乗るようになってます。ちょうどサイズ感もいい感じです。ここからここもほぼほぼシンデレラフィットだよね。はい。でこの2つと、あとこれティファールの電気ポットを置いてます。これでラーメン作ったりコーヒー飲んだりするためにお湯沸かしてます。で、調理するときにはアイリスオーヤマの IH コンロを使ってます。これをポータブル電源につないでつけてます。あと一つ、これ夏の対策、暑さ対策5選で紹介したサーキュレーターもポータブルバッテリーから電源を引っ張ってきて使えるようにしています。これは夏場には必ず載せています。電化製品がこれで以上になります。あれ5つですかね。冷蔵庫と電子レンジ、電気ポットと IH コンロ、サーキュレーター、そして、それを動かすためのポータブルバッテリーが、車両に載せている電化製品になります。ポータブルバッテリーはエコフローのデルタミニを使っていて、これは他の動画でも電力消費の実験検証動画を出してたりするので、もしよければ見てみてください。ポータブルバッテリーの方は太陽光から充電していつも満タンにしてます。続いてバスタオルとアメニティを紹介したいと思います。よいしょ。このバスタオルは、毎回乗っけてて、キャンプ場でシャワー入る時とか、道の駅、シャワーついてる道の駅でお風呂入る時とかに使ったりしてます。で、中の方にはドライヤーと髪のヘアアイロンとこのシャンプー類と歯ブラシのセットが入ってます。これも電化製品に入るね、一応。そうだね。こっちのシャンプー類と歯ブラシとかなんですけど、これは普段使ってるやつではなくて、キャンピングカーをレンタルしていただくお客さんが使う時とかに入れてます。こっちのバスタオルもお客さん用になってます。自分たちが車中泊に行く時には自分たちの歯ブラシとシャンプーとバスタオルを持って行ってます。これとは別です。これちょっとこだわってポーラのシャンプーとコンディショナーとあとボディーソープのセットになってます。これを買いました。これにした理由とかあるの？これにした理由、なんかお父さんがとにかくなんか高そうなやつで良さそうなやつで、女の人が気に入ってくれるようなのを買ってくれって言われてこれにしました。なるほどね。はいいいと思いますで、アメニティは以上になります。続いて、このカラーボックスなんですけど、カラーボックスの中には主に食器類だとか調理器具だとかが入っています。でこれがキャンプの時とかでよく使うようなコップ、こういうステンレスのコップが入ってて、これが 6個かな、6個入ってるよね。6個だったと思う。6個入ってます。あとはこれですね、調理器具、フライパンとお鍋と蓋のセットになってます。取っ手は取り外しができるタイプになってて、
これは一応ガス火と IH 両用ではあるんですけど、基本的に IH コンロしか使ってないので IH コンロで使ってます。あとは小物類、これがウェットティッシュ、アルコールの除菌ウェットティッシュとペーパータオル、食器を使った後に洗う用の洗剤とスポンジを入れてます。これは連泊した時とかのそうですあれだよね。また汚れたお皿うんで食べれないので、洗って使えるようにしてます。でも基本的に1泊とかで帰る時にはそのままビニールに入れて家に持って帰って洗ったりしてます。はい、アルミホイルとサランラップ、どんな調理するのかなんか決まってないけど一応あった方がいい。なんか毎回買うのはめんどくさいっていうか、アルミホイルはなんだっけ、ホイル焼き、にしたり、焚き火する時とか焼き芋作ったりとかそういう時に使って、サランラップは料理が残った時にサランラップで包んで持って帰ります。で万能なビニール袋。ビニール袋、これにゴミ入れたり汚れた食器とかを入れてまとめます。車中泊で袋は必須ですね。そうだね。ゴミまとめられるので、あとは調理するときにこのスノーピークのまな板包丁セットを使ってます。でなんかこっちは磁石になってるから、バラバラバラって物が落ちてきた時に怪我したりしないように安全対策がされているのでこれを選んでいます。はい、そして一番下に置いてあるのがカトラリーです。お箸とかスプーン、フォーク、ちょっとしたお肉を切るようなナイフが入っています。全部で5人分くらいが入ってるかな。なんだよね。デザートスプーンとデザートフォークと、ちっちゃいのも入ってるし、大きいスプーンと大きいフォークも入ってます。はい。カラーボックス系は以上。カラーボックス系は以上です。カラーボックス系はやっぱあれだね。調理するときに使う必須のものがたくさん入ってる感じですね。よいしょ。もう配置も全部覚えてるからさ。でカラーボックスに入りきらないその他の食器類がこっちの箱に入ってます。これですね。トングとなんだっけ、トングとフライ返しとお玉が入ってます。これも IH 用ね。であとは割れにくい素材。割れにくい素材でできたコットじゃない、わかんないんだよ。思い出せない。割れにくい素材でできたお皿を使ってます。割れにくいし傷もつきにくい感じです。プラスチックとかのお皿とかだとなんか切った時とかナイフ使った時にすぐこう傷ができちゃうけど、これはできないようなセラミックになってます。このプレート皿とスープ皿が5枚ずつ入ってます。こんな感じです。はいはい、これでいつも車中泊を楽しんでいます。いろいろ車中泊してきて厳選してきたアイテムなので、必要なものは人それぞれ違うと思うんですけど、参考にしていただけたらいいなと思います。まあ大体これだけあればあれね、手ぶらでもいけちゃう感じだね。今紹介したアイテムは全部車両をキャンピングカーをレンタルしていただくお客さんにも無料で貸し出ししているやつなので、手ぶらで沖縄の車中泊キャンプを楽しむことができると思います。これからいろんなアイテムとか便利グッズとかが出てくると思うので、もしなんかもっとより良いものとかこれ便利だよみたいなのを知ってる方がいらっしゃれば、なんかコメントで教え
るとありがたいです。いいものが見つかればこの内容も変わってくると思うので、常に車中泊に最適なアイテムを置いていきたいと思ってます。はい。最近のアップデートは何かあります？最近のアップデート？あれ、洗剤とかは？要はちょいエコなやつじゃん、これって。まあそうだね。エコなやつというか、あれでしょ？環境に優しい環境にみたいな。優しいとか、土に帰りやすいってやつ。でもこれ結構前からあります。そうか。まあでもこだわって入れてるのはこのアルコールの除菌シートですけど、コロナになって食事前とかやっぱ気になる人が出てくると思うので、割とこれを重宝してます。カインズで買いました。なんか見た目もさ、わかる？普通のアルコールの、そうそう。なんか文字がいっぱいあるやつじゃなくて、ちょっとクールに見えるっていうか。そうちょっとなんかごちゃごちゃしてない感じのが好きで、これを選びました。あと電子レンジはこっちにちょっと木目調が入ってるのを選んでみました。ああ、本当だ。でも内装に合うかなと思ったので、黒い木目調が。他になんか車中泊する上であったらいいものとか、あったらいいもの、つけたいって今後思ってるやつとか、検討中のものって。なんかね、シャワーをつけたくてなんかもうすぐにつけるとか、なんか絶対欲しいとか感じじゃないけど、なんか夏になったら海とか終わって出てきた時にすぐシャワー入れたらいいなと思って、あっちの上に、わかる？こっちのとこでしょ？そう、インスタで見たんだけど、こっちにシャワーのヘッドがついてて、こっちから雨みたいにザーザー出てくるシャワーがあるのね。ビラみたいな。そうあで、多分ホースはこっからこう繋いでて、ここら辺にタンクがあるのよ。はい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 。で、それでこっちからザーって出てくる。それいいね。それめっちゃいい。でも強風が吹いたらめっちゃ中に水入るかもしれないけど、強風でないなら全然使えるかなと思う。かっこよかったんだよね。シャワーいいね。シャワー入れると。他にあったらいいの？他にあったらいいのなんだろう。夏だったらサップ乗せたいとか。サップやったことないかもわからんけど。あったらいいなぐらい。こんなくらいかなでも。だから標準装備品もなんかニーズに合わせていろいろアップデートしていけたらいいなと思います。以上が私たちが車中泊をするときに使う必須アイテムの紹介になります。この動画を見てなんか車中泊したいなとか、なんか車中泊の自分のアイテムを入れ替えたりしようかなって参考にしてくれたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。